こちらでは、女子高校生、サナエの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、花と笑顔に均等合わせて。愛知県美浜町にある高校の校舎。大石早苗は、華道部の部室に並ぶ花瓶の前で腕を組んでいた。文化祭の展示に出す作品を仕上げなければならないのに、どうにも形が決まらない。もうちょっと華やかさが欲しいんだよな。小さくつぶやいたその時、扉がガラリと開いた。やっぱりここにいた。入ってきたのは、同じクラスの花田健一。写真部所属で、首からカメラを下げている。にこっと笑って歩み寄る姿に、早苗は少しだけ胸がざわめいた。花田くん、お邪魔するよ。文化祭でコラボする展示の打ち合わせに来たんだけど、すごいな、これ。花ってこんなに種類あるんだ。見た目は綺麗だけど、組み合わせが難しくて。花田くんに撮ってもらうなら、ちゃんとした作品にしたいんだけど。いや、十分いいと思うよ、ほら。カメラのシャッターが切られる。二人で画面を覗き込むと、自然と顔が近づいた。二人は照れながら慌てて距離を取った後、気を取り直してもう一度カメラの画面を覗き込む。画面の中では、早苗の生けた花が光を浴びて輝いていた。綺麗。同じ花なのに、全然違って見える。角度で印象は変わるからな。写真撮るならどっちも綺麗だよ。花でも、人でも。さらりという花田に、早苗の方が熱くなる。文化祭に向けた準備を重ねる日々、二人は自然と一緒に作業することが増えた。この赤、ちょっと強いかな。じゃあ緑を足してバランス取ろうか。真剣に話し合いつつも、冗談を交えれば笑いがこぼれる。そんな時間が心地よくて、早苗は部室に行くのが楽しみになっていた。ある日のこと、花を選んでいる早苗の背後で、カメラの小さなシャッター音がした。ちょっと、今私を撮ったでしょ？ごめん。自然な感じが良くて。花を撮るんじゃなかったんですか？花も撮ってるよ。でも、花を生けている早苗さんも綺麗な表情してるから。もう、さらっと言われ、早苗は耳まで真っ赤になる。気づけば、花田は準備の合間に、早苗を被写体にするようになっていた。資料をめくる横顔、真剣に花を扱う手元、笑った瞬間、撮られるたびに、やめてください、と抗議するのに、これは写真部の活動だから。と言って、花田は削除をしてくれない。早苗さんで俺専用の写真集作ってもいい？バカ、やめてください。そんな冗談を言われるたびに、心臓が落ち着かなくなるのを、早苗は否定できなかった。そして迎えた文化祭当日。展示室には、華道部の作品と写真部の作品が並び、予想以上に華やかな空間が出来上がっていた。華道の作品と写真の作品が同時に展示される面白い空間に会場は賑わっていた。すごい、思ってたより人が来てる。写真と花って相性いいんだな。早苗さんのおかげだよ。いやいや、花田くんの写真だからです。二人は笑いながら互いの作品を褒め合う。そして、顔をあからめて少し視線をそらした後、また二人で会話を始める。そんなやりとりを続けながら、訪れる人たちの反応を見守った。写真のデータを順番に映写していると、写真部の友人がスクリーンにある映像を映し出した。おい、花田、こっちの写真も展示しようぜ。そこに映ったのは、花瓶を抱えて笑う早苗の姿。まるでモデルのように自然で美しい。なにこれ？スクリーンに映写するなんて聞いてません。おい、何勝手に映してるんだよ。いやいや、花田くんって、早苗ちゃんの写真、たくさん撮ってたし。友人の言葉に、花田が慌てる。そりゃ撮るだろ。だって綺麗な顔してるんだから。ちょっと、やめてください。恥ずかしいんですけど。大きめの声を出す花田と、照れて真っ赤になる早苗に、周囲からお似合いじゃんと、笑い声や拍手が一気に広まる。早苗は顔を覆ってうつむいたが、胸の奥では不思議と温かい気持ちが広がっていた。もう、こんな気持ちにさせられるなんて、花田くんのバカ。文化祭の幕を閉じ、後片付けが終わると、
早苗と花田は夕暮れの校門を並んで歩いていた。今日はありがとな。早苗と一緒だったから楽しかった。え？早苗？自然に名前を呼ばれた瞬間、早苗の心臓は大きく跳ねた。あ、ごめん。呼び捨てで呼んじゃった。いえ、別に、私も。花田くんとだから、最後まで頑張れた。沈黙が続き、オレンジの光に包まれた中で、花田が言った。そっか。じゃ、これからは早苗って呼ぶわ。嫌じゃないです。口ごもる早苗に、花田が続ける。今度、二人で花広場に行かない。それでまた写真撮らせて。花と一緒に、早苗も、私も、撮るの？うん、撮りたい。っていうか、花よりも、むしろ早苗の方を。もう、そんな風に言われたら恥ずかしい。それに、こんなに急に早苗って連続で言われたら照れる。早苗の心臓が暴れて止まらない。早苗は顔を赤く染めながらも、小さくうなずいた。わかった、いいよ。照れと嬉しさが入り混じった声が、夕焼けの校門に溶けていった。涼しい秋の夕暮れ。花とレンズが結んだ絵は、確かに芽吹き始めていた。さて、お聞きいただきましたのは、女子高校生の淡い恋愛を描いた短編小説、花と笑顔にピントを合わせての朗読でした。華道部の早苗さんと写真部の花田くん。文化祭でのコラボレーションをきっかけに、2人の距離が急接近していく爽やかな物語でしたね。今日のこの解説コーナーでは、この2人のやり取りの中に隠された恋愛心理学的なサインを少し掘り下げてみたいと思います。特に花田くんのカメラというツールがどのように2人の関係を進展させたのかに注目しましょう。華道と写真、一見全く違う活動なのに、作品を一緒に作り上げることで自然と親密さが増していく過程が描かれていました。2人が一緒に作業をするようになったのは、文化祭の展示という共通の目的が生まれたからです。この協調行動は意識的に相手への好意を持っていなくとも連帯感を生み出します。早苗さんが花田くんと話す時間が心地よくて、部室に行くのが楽しみになっていたのは、その連帯感が土台にあるからでしょう。そして花田くんの行動はごく自然な形でエスカレートしていきます。当初は花を取っていたはずが、いつの間にか花を生けている早苗さんを被写体にするようになった。そう、資料をめくる横顔、真剣に花を扱う手元、笑った瞬間、これは花田くんが早苗さんを特別視していることの明確なサインです。彼は花も撮ってるよ、でも花を生けている早苗さんも綺麗な表情してるからと、ストレートにその理由を伝えています。早苗さん自身も撮られるたびにやめてくださいと抗議するのに、これは写真部の活動だからと言われて認めてしまう。また花田くんに俺専用の写真集作ってもいいなんて冗談を言われると、心臓が落ち着かなくなる。これは彼の特別視を拒否しきれていない、むしろ期待している状態ですね。まさしくいやよいやよも好きのうちです。この感情は承認欲求を強く刺激します。特に写真撮るならどっちも綺麗だよ、花でも人でもというセリフは、花田くんが早苗さんを一人の女性として見ていることを示唆しており、早苗さんの頬が熱くなるのは当然です。文化祭当日、花田くんが撮った早苗さんの写真がスクリーンに映し出された時、周りに囃し立てられながら彼が思わず叫んだセリフも印象的でしたね。そりゃ撮るだろう、だって綺麗な顔してるんだから。これはもう公衆の前での無意識の告白です。早苗さんは恥ずかしいと顔を覆いますが、胸の奥では不思議と温かい気持ちが広がっている。この温かい気持ちは、自分の存在や美しさが一番気になる相手によって公に認められたことによる最高の自己肯定感でしょう。この出来事が2人の関係を次のステップに進ませる決定打となった。そして迎えた文化祭後の夕暮れ。ここで生じたのが呼び方の変化という親密さの大きな指標です。花田くんは無意識に早苗さんを早苗と呼び捨てにしてしまいます。慌てて謝りつつも、じゃあこれからは早苗って呼ぶわと宣言します。
日本における予備指定への移行は心理的な壁が取り払われ、特別な関係性を築く意思表示です。ここで早苗さんの心臓が大きく跳ね上がり、戸惑いつつも嫌じゃないですと受け入れたことで2人は一線を越えた。そして物語の締めくくりは花田くんからのデートの誘いです。今度2人で花広場に行かない？そしてその誘いの真意を伝える決定的な一言。彼は言います。写真を撮りたい。花と一緒に早苗も。さらに続けて、っていうか花よりもむしろ早苗の方を。まさに彼の焦点、つまりピントが花から早苗という個人へと移行した瞬間ですね。これは写真部員の花田くんの視点が恋する慢性の視点へと変化したことを明確に示しています。花と笑顔にピントを合わせてというタイトルは、最初は華道と写真という2つの芸術を指していたように見えますが、最終的には花田くんの愛情が早苗さんの笑顔にしっかり向けられたことを表しているわけです。照れながらも分かった、いいよとうなずいた早苗さん。涼しい秋の夕暮れに2人の淡い恋の縁が確かに芽吹き始めた、とてもロマンチックな結末でした。恋愛の始まりにはこのように相手が何に、誰に、どれだけ時間や視点を注いでいるかという行動にこそ重要な心理的なヒントが隠されているものなのですね。今日お話ししたような心理的なサインを踏まえて、この小説をもう一度読み返してみると、また新たな発見があるかもしれません。それでは本日の解説はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。最後まで聞いていただきありがとうございます。早苗のプロフィールはこちらです。花を生ける華道を学ぶ17歳の高校生です。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。